どうも、こんにちは、デミコでーす。はい。というわけで、無事に、昨日、オリンピックが終わりましたね。はい、終わりました。皆さん、閉会式は見ましたか？私は見ませんでした。はい。なので、何やったかよくわかりません。うちの家事はずっと見てたんですけど、ほいで、なんか、どうだったって聞いたら、なんか、トム・クルーズが出てくるんじゃないかって言われたら本当に出てきたっていう話で、はい、そこの部分だけなんか説明されて、他は特に何も言われませんでした。どうでしたかね？どうだったんですかね？全然見てないんでわからないんですけど。なので、まあ、閉会式の話は別にすることもないかな。つか、興味ないっちゅうか、もうなんか、もう開会式でああだったから。で、閉会式ね。そうだね。なんか、ロサンゼルスの方に移ってなんかこう、ラッパーが歌ってるのはちょろっと見たかな、ぐらいのね、感じで。パリの後のロスだってさ。はあ、このまま行ったらもっとすごいことになりそうだよね、みたいな感じはしますが、まあ、いいとして、それは置いといて。はい。今日何やるかっていう話ですよ。はい。今日何やるかと言いますとですね、先日、ポットマットとコースターっていうのをね、やったかと思うんですけど、はい。その編み方を使って、だから今まで私がね、こういくらかこう出してるじゃないですか。ね。編み方とか、なんだ、パターンっていうか、チャートは絵としては出してないかもしれないけど、というかこういうふうに編んでますみたいな時にね、編んだ今までのそのモチーフっていうんですかね、モチーフをですね、再利用っていう形ですか。はい。再利用する形でですね、こんな風に、利用してみてもいいんじゃないですかっていうね、感じで、何をやるかっていうとですね、私ね、何か知らないけどね、どうもね、この中心が気に入ったらしいっていう話で、なので、先日作ったそのポットマットとコースターってやつの中心部分10段を使ってちっちゃいモチーフをいっぱい作ってバッグでも作ろうかななんてちょっと思ったわけです。はいはい。なのでその編み方自体はね、またそっちのコースターの方を見ていただいて10段まで使ってるんで、そっちの10段目までやってもらえばいいかなと思って、今日はささっとやろうかなと思うんですけど、ということでね、今日使う糸はね、こちらですよ。はい。先日使ってきましたね。これで何かやろうと思ってるんです、みたいなこと言ったじゃないですか。これを使ってやっていきます。はい。シェイピアスカトナの、こっち503番ヘーゼルナッツと、404番のイングリッシュティーっていう色を使ってやっていきます。はい。50g125 メートルで 2.5 から 3.5 ミリの糸です。で、私はこの糸使いますけどもね、カトナが買えないんですってね、おっしゃる方が、時々いらっしゃいますけど、別にカトナじゃなくてもいいんですよ。はい。なので、あるじゃないですか。ダイソーとかでリサイクルコットンとかっていうのもあるし、何でもいいんですよ、要はね。あとはなんか、私は今日は2色で、単色の2色で、2本でやりますけども、段染めと白とかね、段染めと単色とかっていう組み合わせでお好きな毛糸使ってやっていただければいいと思いますよっていう話ですね。はい。で、これ使ってやっていくんですけど、使い差しがありますんでね、こっちは使っていきますけど、はい。でね、軽く説明をしながら、そっちのコースターの方がちゃんと説明してる形になるかと思うんですけれども、はい。そちらを見ていただければいいかなとね、詳しいことはね。はい。じゃあ、ちょっと10段目まで編んでいこうと思いますよ。はい。じゃあね、これで。でね、最近私一重でやってますけど、しっかり中心が締まるのは二重の方がいいかなとは私は思ってますが、最近は一重でやってるんで、今日も一重でやっていこうと思います。ということで、中心に細編みを、8つ入れて、輪の作り目をしますよっていう話ですね。あれ繰り返しになるんでね、あんまりね、くどくど説明してもしょうがないんで、感じはしますが、リンク飛ぶのがめんどくさいっていう方のためにね、はい、ちゃっと、一応さらっと説明をしたいと思いますよ。はい、8個入ったかな？ 8 個以上入ってんじゃねえか、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個入ってる。はい、喋っていくからね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、8個入りました。ということで、ビュッと出してちょっとね。はい。で、ピュッと。はい。ね、その動画の中でも言ってるかな、これキュッとやってクッてなるところがあるんでね、そこまで引っ張ってもらった方がいいかと思います。引っ張れてないんじゃないか、おい。はい。ゲット。大丈夫だね。はい。はい。はい。こんな感じで。
で2色使うんでね、こう糸を変えるところっていうのがねどんな感じっていう話ですよね。一番問題っていうかよく分かりづらいところでございますけど、123456788、はいはい、あれちょっと待って、123456788ね、ちゃんと8個になってね。で8個目のところをねこう半目で拾いますね。はい、モザイク編みの基本でございます。すべては、なんだ、細編みとか長編みとかまあありますけれども、すべては細編みをする時は必ずなんだ、筋編みでいくっていう話でね。はい、で引き抜いて、で私これちょっとかぶさしてっていうかこれね持ってきながらやるんでね、ちょっとこう糸処理しながらやっていきますよっていう話でね。で引き抜いたところの隣の目に入れて、細編みを筋編みで1個2個したら、はい、角っこ2つ同じ穴にぶっ刺して、ここから細編みを3つ、はい、細編み言った時は筋編みですからね、全てね、モザイク編みはね。はい、またモザイク編みばっかやってね最近ね。一回始めちゃうとねもう止まらないんですよね、モザイク編み。今度はあれやろう、次はこういうのやろうとかね、いろいろあってね、でまた大きいの編みたいななんて思ってるんですけど、大きいのが終わってないのが一つあるじゃないかっていう話なんですけどね。いやそれはねモザイク編みじゃないんですけどね、それをね早く終わりにしないとつって、足掛け3年ぐらいかけてやってんじゃないかわかんないけど、動画見れば分かるが2年か2年3年だな、足掛け3年になってるかもしんないね。まあいいや。はい、でこんな感じでね、こう角っこは必ずこの段階では丸から四角になるんでね、角っこ編んだら、もう一回同じところに入れるっていうんで角を作っていきますね。はい、で最後のとこですね。最初立ち上がっただけなので、立ち上がった目の根元のところ、根元出てきてるところを探してぐさっと入れて、こいつを引っ張り上げながら最後に細編みを入れる。はいね、そしたらちょっと引っ張って、ギュッと引っ張りすぎない方がいいかもしれないけどね。でブスッと、はい、今立ち上がったところはここなので、立ち上がりの隣ですね。はい、一番最初、前段で一番最初にまともに細編みを入れたところの頭に目を入れて、針を入れて、で引き抜きます。はい、引き抜いて止めます。立ち上がるのと一緒ですね。はい、そしたらここは放置で隣に入れて、はい、隣細編みを2つで鎖編み2つで、そしたらここ、はい、今度は同じところに入れないですよ。もうね四角になったからね、四角になったら同じところには入れませんからね。はい、でそしたら2つ細編みをして、長編みで前々段の筋のところを拾って長編み、はい、で細編み2つ角、はい、でまた細編み2つで長編みで前々段の筋を引っ掛けて、はい、糸が割れないように長編みを入れて細編み2つ、はい、で角でまたここから、はい、1、2と入れて長編みで下ろして、でまた細編み2つで角で角から細編みをまた2つ入れたら、はい、ここですね。立ち上がったところです。立ち上がったところ、ここに長編みを入れなければいけません。長編みを入れるんですが、ここにピューと入ってるこれを拾わないでくださいよ。こいつの隣、ここにありますね。こっから数えて1個2個目、はい、こっちのこの筋が入ってるところから数えて1個2個目、ここを拾います。はい、ここを引っ掛ける。はい、で長編みを編み入れて、最後抜く時にこいつをちょっとねじってこう上げて引き上げてあげつつ、はい、でこれで最後の目にちゃんと目が一つ入りました。立ち上がっただけでしたからね。はい、そしたら隣の目の頭にブサッと針を刺して、で次の色、はい、引き抜いて立ち上がる。はい、でそしたらまた隣の目に入って、はい、立ち上がった目は放置ですからね最初ね。はい、で細編み2つして
鎖編み2つ、細編み2つして、はい、この脇で長編みですね。長編み、細編み1、長編み1、はい、で細編み2つで角、はい、こんな感じです。はい、この段はこんな感じで入れていきます。はい、じゃあ一周していきます。はい、で最後ここ拾って、ここに1つ細編み入れますね。そしたらまたここ立ち上がったところに長編み入れるところが来ているので、普通に長編みを拾って最後の1目抜く時に、はい、またこいつを持ってきてあげて、ひっくり返してっていうか、こう引っ掛けてね、持ち上げてあげます。はい。でこれで最後の目に1目入りました。最初で最後の目ですね。はい。で隣、今入れたところもね、これで入ってるのと一緒ですから、その隣の頭に針を入れて、糸を変えて引き抜いて立ち上がると。はい。立ち上がったらその目は放置で隣。はい。で細編み細編み。はい、なので立ち上がると常にその先に入れるのは一番最初の段は細編み2つになりますね。常に細編み2つ。長編みの場合もあります。でもその先にあるのは2目だけっていうことです。長編みにしろ細編みにしろ編むのは2目編んでから鎖編み2つね。こういう形になります。ここの数が変わったら合ってないっていうことですからね。うん。はい。で2つ入れたらまたここ2つ細編みで1つ長編み、細編み3つ、長編み1つで細編み2つで角、はい、この段はこんな感じになります。じゃあこの段を編んでいきます。はい。で最後の目またここ長編みで終わるところになるので、長編みで拾って終わりになるんですけど、最後っちかね、またこう持ち上げてあげて、次の糸をね、はい、で抜きます。で隣にぶっ刺して次の糸交換をして引き抜いて立ち上がる。はい。でそしたら隣の目に入れて細編みまた2つで、常に2つです。ここは細編みとは限らないけど目が2つ残ってる状態です。角っこまでね。で角で次は細編みを5つ3、4、5で長編みで細編みを5つ、角、はい、これが4段目。はい、4段目はこんな感じになります。はい、じゃあこんな感じで入れていきます。はい、最後まで来ました。はい、で最後、一番最後、ここは細編みを入れて終わりにするところなので、ここは目が出てきてるところですね。目が出てきてるところをこう探してグイッと入れて、はい、で引き上げながらここに細編みを入れて終了。はい、最初で最後の目ですね。はい、で糸を変えて隣の目に入れて引き抜いて立ち上がる。はい、そしたら隣の目から1個2個、はい、で角、はい、で次は細編みを3つです。123とやったら長編み1つ、細編み1つ、長編み1つ、はい、で細編み1つ、長編み1つ、細編み1つ、長編み1つ、はい、で細編み3つ、2、3、1、2と、はい、この段はこんな感じ、はい、こんな感じになります。はい、じゃあ入れていきます。はい。でここまで来たんですけども、ここがですね最後長編み入れるとこなんですけれども、長編み入れるところが前々段、こう引っ張り上げるとこですね、筋のとこです。前々段が立ち上がりのとこなんですね。そうするとですね、あれどっから拾っていいのこれっていう話になるんですけど、こっち上にあるここの素直に芽が出てるとこのここの線ね、筋、
これを上げちゃうとここに穴がボコンと開いちゃうので、その下にあるここですね、下の元々のその最初立ち上がって進んでった時に最初に編んだ細編みの手前ですね、筋、ここ2本脇に入る脇の線があるんですよ。ここ刺したところの根元にのところを引っ張り上げちゃうと穴が開いちゃうんで、その下に走ってる横の線もう一本あるんで、そこを拾って長編み、そうすると穴開きませんから。はい。で隣の目にぶっ刺して最後の細編みを編みますね。ここはね、これを引っ張り上げて、はい、で細編みを編む。はい、こんな感じで隣にぶっ刺して、でまた糸を変えて、次は何段目 ?6 段目を編んでいきます。で細編みで2目編んだら角、はい、でここははい、わかりました。3個です。細編み3つ、はい、細編み3つだら長編み、細編みを3つ、1、2、3、はい、で長編み真ん中を下ろします。はい、で細編みを3つで長編み、細編み3つで角、はいね、3本下ろす感じですね。はい、じゃあこうやって編んでいきます。はい、ということで、はい、ここまで編んできました。ここも同じです。前々段が立ち上がりの場所なので、てか前段が立ち上がりの場所ね。だからここの根元のところ、横にピュッピュッと2本入ってるんで、下の方から拾って長編みを入れて、で隣のところ、立ち上がったところにぶっ刺して、間違えた。はい、これを持ち上げながら最後の細編み、はい、はい、こんな感じですね。はい。で最後の細編み入れたら次は編む糸ありますよね。それちょっと引っ張った方がいいですよね。ちょっと締めてあげた方がいいです。これ締めないでやっていくとなんとなくこう幅がね広がっていっちゃうっていうか、その幅がより大きくなってしまうので、なるべくギュッと締めて、はい、で隣にぶっ刺して引き抜いて、はい、ドド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 ド糸割りしてました。はい、引き抜いて立ち上がる。で立ち上がったら細編み2つ、はい、細編み2つで角、はい、でまたここから今度は12、はい、3つ細編み123と3つ細編みで長編みをして、でまた3つ細編みをして長編みをして、1つ細編みで長編みをして、3つ細編み長編みで3つ細編み角、はい、こんな感じです。これ何段目 ?123456789、あ、もう9段目なんだ。早いな。はい。はい、じゃあここからまた編んでいきますよ。1、2、はい、ここも一緒です。長編みで、はい、立ち上がりの部分、前段立ち上がりの部分になるので、下の方の横に走ってるところを拾って長編みで、隣の目が出てるところにぶっ刺して引っ掛けて、で立ち上がる、はい、立ち上がるじゃない、細編みを入れる。で隣の目に入れて引き抜いて立ち上がる。そしたら次は細編み2つ角、最後の段です。はい、最後の段です。細編みを何個すんだ、7個ぐらいかな。3、4、5、6、7ですね。はい、細編みを7つしたら長編みを下ろします。で細編みを3つ、1、2、3で
長編みでまた7つ細編みですね。4、5、6、7で角。はい、最終段は10段目はこんな感じになります。はい、2箇所だけですね。はい、じゃあ編んでいきます。はい、で最後の目ですね。最後の目ここにブスッと刺して最後は細編みで終了です。はい、これ巻き込むの忘れちゃいました。最後だったのにね。はい、巻き込むの忘れちゃったんですけど、はい、これで終了ですね。はい、でこれで終了なので切ります。ちょんと切ってでこっちも切ります。はい、でこれ糸処理していこうと思います。で糸処理まずはこの茶色から。茶色はね普通にねこっちに流してあげようと思います。ただの入れ忘れなんですけど喋ってたから忘れちゃったでこれはまあ普通にね糸処理してこう入れてってあげちゃえばいいかと思うんですけど、表に出ないように。でもまあそこそこ適当。はい、でこっちですね。こっちが最後の目で、次最初のまともな細編みで次です。はい、まともな細編み2番目のとこに入れますね。はい、はい、でそしたら閉じてあげて同じとこに戻って下もここ拾いますよ。下のここですね。ここも拾います。はい、で拾ってでそしたらこっちに1回戻してはい、戻します。はい、こんな感じですね。で、綺麗に頭を作ってあげたら、今度はこっちに流していこうと思います。同じ方ばっかり流すとね、やっぱりそっちばっかりこう膨らんじゃうみたいなとこあるんで、それを防ぐためにはまあ散らそうぜっていう話ですね。はい、散らしてこっちに、はい、こんな感じでいいと思います。はい、はい、というわけで出来上がりました。はい。ではね、これをですね、必要な分だけ枚数作っていこうと思うんですけど、今回作るバッグはぺたんこバッグになるので、片面9枚ずつということでね、全部で18枚編んでいこうと思います。はい。はい。ということで、18枚編みました。違うな。正直に言うとですね、すでに17枚は編んであったんです。そして、アイロンを、はい、かけてあります。はい。というわけでね、これをまずね、つないでいこうと思いますよ。はい。これね、18枚あるんですよ。ね、18枚あって、どうやってやっていくのっていう話なんですけど、まあ、普通にね、こうやって並べて、ね、表9枚。ね、終わったからこれいらない。はい。で、9枚ね、これつなげるじゃないですか。ね。まあ、正方形ですよ。正方形なんですけど、最後はここ面拾って、こう、ちょっとここ、こうやって作ります。持ち手をね、作んなきゃいけないので、その分の、高さぐらいを、ちょっと、どっちでやろうかなと思ったんですけど、今回は、こっち、色の濃い方でやってって、で、しかも、つなぐのも、この糸でやっていこうと思います。はい。なので、まずはね、9枚つなげるの。9枚つなげるのとか、まあ全部つなげていいんですけど、いや、全部ね、つなげていこうと思うんですけど、まあ適当でいいですよ。こんなん全部一緒だから。ね、何にも考えないで、普通につなげていけばいい。はい。というわけで、はい。針です。はい。先っちょとんがってない方がいいからね。で、まずは、だから、横一直線とか縦一直線とかね、もうバーっつったら、全部一応こう横でつなげたら縦にビャービャーってつなげていく的な感じでつなげていくのがいいかなと思いますよ。ということで、じゃあどうやってつないでいくのって、いつも通りです。はい、いつも通り、いつもの、感じで私はつなげていこうと思いますんで。で、まあ、とにかく全部 3×6 で、面でね、こうビャーっと、とりあえずつなげます。はい。で、どうやってつなげるかっていうと、角っこ2つ、あれですよ。こういってこういくから。はい。角っこ2つ鎖編みがあるんで、こっち側の辺ですね。こっち側の辺の1つ鎖編み拾いますね。もう1個の方はこっち側のあれですから。で、拾って、で、もう1回。端っこだけもう1回入れて、こう、なんつったらいいの。こういう、これなんかあったね、名前ね。
なんとかってなんとか閉じっていう閉じ方の名前があったと思うんですけど、とりあえずこれ残しておきます。で、あとは半目ずつね、向こう側、こっち側、糸が割れないようにね、はい、拾って、こんな感じでずっとつなげていくんですけど、今回はこうやって色を変えることでまたこのなんつうの、モチーフとモチーフの間にこうちょっとした、なんだワンポイントじゃないけどね、なんかちょっと可愛いんじゃないそれってちょっと思っているところがあるので、まあでもお好きにしていただいていいと思いますね。全然ね、好きなようにつないでいただければ。つなぎ方はね、まあ自由ですよ。何種類かね、つなぎ方ありますんで、お好きな方法でね、つないでいただければいいと思うんですけど、私はこれが好きだからこれでつないでますということです。はい。じゃあまあこれでね、全部18枚をね 3×6 でとりあえずつないでいこうと思います。はい。ということで、1面バーと 3×6 でつなぎました。じゃあね、これをどうするかっていうと、こうやってパッタンとやるわけですね。はい。パッタンやって、で、次ここ横をつなげていきます。で、横をつなげた後に、ここをビャーっと今度編んでいこうと思います。じゃあ、これをね、このまま、こうやってつなげていこうと思いますよ。つなげ方は同じでございます。はい。では、このままつなげていきます。はい。ということで、横も全部つなげてまいりました。ということでね、じゃあ今からね、持ち手をね、編んでいこうと思います。はい。脇っちょから取っていくんですが、ここは、こことここと、私がよくやるんですけど、変なやり方ですけど、ここを一目として取るんですね。なので、こう2つ一緒にこうやって取ります。2つ一緒にこうやって通しちゃいます。ここをこうくっつけてるから、半目同士でくっつけてるから、これで一目みたいな感じで私はやります。ここをね、2目取っちゃうとね、広がっちゃうんだよね。やっぱりね、目が大きくなっちゃうんで、目が大きいじゃないや。目数が多すぎちゃうんで、こんな感じで。はい。で、普通に立ち上がって、はい。で、同じところにまた通しつつ、細編みを普通に入れてきます。で、ここはこうやって入れていくんですが、それ以外のところはまた同じように、はい、筋編みをしていきます。これはやっぱりここにこうやって筋が出てるんで、これと同じようにね、見た目が同じようになるために、もう必ずここは1段目は私は筋編みで取りますね。じゃないとちょっとおかしいことになるんで、おかしいことっていうか見た目がね、やっぱりね、こう取った方が全然綺麗なんで。はい。とりあえずじゃあね、これでね、とりあえず1段編んじゃいます。はい。1周1段、これで編みます。で、この辺の糸とかも一緒にこう処理しつつ、はい、入れていきます。はい、1周回ってきました。で、そしたら普通に引き抜いて止めます。ギュッと止めて。はい。で、とりあえずちょっとここで一回、針を止めて、はい。ちょっと目を留めておきますね。こうやってね。はい。こんな感じでちょっと一周、筋編みで細編みを編んできたんですけど、で、そしたら、持ち手の位置を決めます。はい。持ち手の位置。はい。じゃあ持ち手の位置を決めたいと思うんですけど、だいたいね、ここが3分の1。で、ここからこうやって出しちゃうと、こう、なんつうの、寄りすぎちゃうね。だから、内側がここに来るぐらいがいいと思うんですね。で、そうすると片面、3段ぐらい、全部で6段ぐらいになるように編んだらちょうどいいと思うんで、ってことは、ここの位置から1、2、3、4番目、この辺り。はい。で、ここの真ん中の位置から、位置を真ん中として、次、隣から1、2、3、4。4番目。ここの位置につけようかなと思います。ここの真ん中の位置から、隣から1、2、3、4。こっち側も同じですね。はい、こうですね。この位置から出して、で、こういけばいいんじゃないかな。で、これ手下げなんでね、肩にかけるわけじゃないんで、
じゃあここのところまでとりあえず、はい、同じように、はい、細編みを筋編みで進んでいこうと思います。はい、やっぱり筋編みが好きみたいなね。はい、筋編みもね、私大好きですから。はい、これでちょっとそこの場所まで進んでいきますよ。はい、手前まで来ました。手前まで来たので、ここを外して、ここ、はい、ここも普通に取りますね。出てくところ、ここから、出てくるんですが、ここはギュッと締めて、で、鎖編みをしていきます。4、5、6、7、8、9、10。はい。何個しようかなって話なんですけど、60目ぐらいとりあえず編んでみようかって話ですね。今10編みました。10、11、59、60。はい。60編みました。60。もうちょっといこうか。もうちょっといってもいい気がするね。70。1、2、3、4。ちょうどいい感じだと思うんですけど、もうちょっと、まあ好みですけどね。71、72、73、74、75。はい。75。いいんじゃないかな。はい。75にしよう。ここにブスッと。ここでございます。はい。で、ねじれてないか再度確認をしてね。で、ここに、ここも筋編みですね。はい。筋編みでくっつけて、で、ギュッとして、はい。で、そしたらまた普通に筋編みでやっていきますね。細編みを。はい。で、逆側の方も同じように、75目で、持ち手の基礎の鎖編みを編んでいこうと思います。はい、また一段編んできました。はい。というわけで両方ね、こうつきました。じゃあこれをね、持ち手を膨らましてってあげたいと思います。はい。まあ、筋編みで進んできますね。はい。じゃあここ手前くっつけたところ1個手前のところまで来ました。じゃあここどうしていくかっていうと、ここを一つ普通に筋編みのように針を入れ、隣のくっつけたところを普通の細編みするように針を入れ、そしてこっち、はい、ここだね、ここ根元、ここの最初のなんだっけ、鎖編みの目のところを手前1本残す感じで、向こう2本拾っていく感じで針を入れて3目一度にします。はい、3目一度。そしたらこっちはもう同じように手前1本残す感じで向こう2本拾ってきます。でちょっとここね、あんまり目が広がらないようにちょっと気をつけつつ、はい、まあギッチギチに編む必要はないと思いますが、この根元のところだけ緩まないように若干気を使いつつ、入れていくと。はい。じゃあこれ逆サイドのこれがたどり着くところまで、何つったらいいの根元のところまでこれ全部ちょっと今編んでいこうと思います。とりあえずね。はい。はい。で、これで、ここつなげたところの1個手前まで来たので、ここ拾って、つなげたところは普通に細編みをするように拾って、はい。で、そのお隣ですね。ここです。そのお隣の目は筋編みをするように拾って、3目一度。はい。で、その後は、普通に細編みの筋編みをしていきます。じゃあ逆サイドの方も同じように、取って持ち手、はい、持ち手を編んでいこうと思います。はい、同じようにしていきます。はい、これでまた一周してきました。はい、ギュッと引っ張って、はい、じゃあまた持ち手の根元までこのまま筋編みでね、はい、進んでいくんですけど、
今、1、2、3、3段編んで、今、1、2、3段編んだね。うん、3段編んでるから、2、3、うん、ちょうどいいんじゃないかな。片側3段でちょうどいいと思います。ここの高さもね、ちょうどよくなるんじゃないかなと思うんですけど、はい。じゃあ、ここまで来たんで、で、3目一度してるところの目が、3目一度してるところの目がこの目になるんですけど、なのでその1個手前を開けて、ここですね、1個手前筋編みにして、3目一度の目を普通に拾って、でこっちですね、こっちのなんだっけ、細編みしてるところ、持ち手の方の1目目、ここにまた入れて、はい、で3目一度、はい、で、あと次からは普通に細編みをします。こっちは普通に細編みをしていくだけでいいと思います。とにかくこうやって広がらないように、なるべく広がらないように。で、細編み、細編みっつって、こんな感じでね。はい。で、反対側の根元もやることは同じです。3目一度で編んでいきます。じゃあ、これで一周しますかね。しちゃいますかね。はい。とりあえずでも逆サイドもやるか。ね。逆サイドもやろう。はい。逆サイドまでじゃあ、とりあえずこれで細編みで編んでいきます。はい。3目一度したところの手前まで来たので、ここを普通に拾って、3目一度も普通に拾って、で、お隣は、最後は筋編みで拾って、3目一度。はい。で、その後ずっと筋編みということで、この段はこんな感じで、もう一個の方の持ち手も編んでいこうと思います。はい、ここまで編んできました。で、じゃあどうしようかっていう話なんですけど、今回はこの持ち手をまたこうやってパターンとやってこうやってくっつけようと思ってるんで、こうやって引き抜き編みをね、縁にこっち側はしたいんですけど、こっからだとちょっとできないんですね。っていうのは、全部を引き抜き編みしちゃうと、ここパッタンってやった時にちょっとね、厚みがありすぎてね、でどうせ畳むんだったら引き抜き編みする必要もないじゃないですか。なのでここだけ表のなんていうの、ここの、パッタンってやったところにかからない部分だけを引き抜きしたいので、ここはこれで一旦閉じます。はい。で閉じるのは普通に鎖編みのね、鎖編みじゃない、鎖目の閉じ方をします。はい。で立ち上がった頭の隣に入れて、これで閉じます。はい。でこっちに一回戻して、はい、こんな感じでね、厚みも合わせて、はい。で糸処理をしておきます。はい。じゃあ今度この持ち手の内側を編んでいきます。でさっき言ったようにこうパッタンって折っていく予定なので、内側部分もここの部分だけは引き抜き編みをしたいんですね。そうすると引き抜き編みをする場所はこの辺りからこうやっていけばいいので、スタートの場所をね、この辺に定めたいと思います。はい。この辺から拾っていきます。はい。じゃあこう拾って、はい、引っ掛けて、でこれで立ち上がりで1目編んで、はい、じゃあこっから普通に、残ったこの1本分のやつですね、1本分のやつを拾いつつ細編みをずっと入れていきます。で内側も同じように3目一度をこの内側のこう角っこにしていきます。はい、はい。じゃあこれ1個手前ですね。ここつながってるところで、ここですね、ここを普通に入れて、はい。でそしたらここが結構穴になっちゃってるんでね、穴になっちゃってる。ここを拾わずに横の部分、ここの横の部分をこう鎖を拾う感じで拾って、
で、ここはタッチせずにこっちに行こうと思います。はい。こっちは筋編みするみたいにね。はい。そうすると、まあ、なんとなく、はい。穴が目立たなくなるかと思います。あんまり穴がね、大きい時は、ね、まあまあ大丈夫だと思うんですけど、あんまり穴が大きい時は、まあ後で後ろから閉じてもいいんですが、多分大丈夫だと思います。はい。こんな感じで、ここも筋編み。ここの、バッグの部分、この袋の部分は筋編みをして編んでいきます。はい、ここつないでるところ1個手前まで来ました。そしたらここを筋編みをするように拾って、で、こうつないでるところを、ここを拾っちゃうと穴あきっぽくなっちゃうんで、ここですね、こう縦に走ってるところを、こう鎖編みを拾うかのように、こう2本拾うように針を入れて、で、2本手前か。はい。はい。で、2本拾うように針を入れて、抜いて、で、こっちですね。横の部分。こっちに針を入れて、3目1度。はい。こういう感じですね。で、次からは普通に細編みをして、また進んでいきます。はい。こんな感じで。なんせ穴を開かないようにしたいので、この根元に、ここをくっつけた根元に入れちゃうと開いちゃうから、そうじゃなくって、こう編んだ時に縦にこういう風にね、糸が走るんで、そこの脇の方ですね、脇。こう V 字の、ここ VVV ってなってるじゃないですか。V になってるところの脇のところを2本分拾う感じですね。はい。じゃあこんな感じで内側も、何段 ?3 段かな。はい、ここまで編んできました。はい、じゃあ最後これをね入れて、で引き抜いて、このまま縁の引き抜きに移行して入れていきます。ね、内側はねそのまま、あれちょっとどういうこと、こんな感じでここから、反対側の同じ高さぐらいのところまでね。で、そうそう。で、結局、こっち側を3段にして、こっち側4段にして、ここを、まあ、3段3段ですか。ね。同じ幅にすることにしました。はい。なので、そういう形にして、1目に1目ずつ引き抜き編みを入れていこうと思います。はい。で、ここの部分は、ちょっときつめにね、しっかり、なんか変な風に伸びたりしないようにね、ここはしっかりきつめに入れて、で、あとはまたちょっと、寄らないように、気持ちゆったりですね。気持ちゆったり。はい。こんな感じで入れていきます。で、外側がまだ入れてないんで、外側もね、同じようにして、これですね。だいたいここ今、取り始めたところ、同じぐらいの高さぐらいからまた取り始めて、外側も同じように、引き抜き編みね、はい、していこうと思います。はい。というわけで、引き抜きを全部終わりました。はい。ここから外側と内側とね、ここだけです。で、あとはこう閉じちゃうので、途中からやってないっていう形になってるんで、じゃあここで、あれですよ。閉じていこうと思いますよ。もうね、残りがね、こんな感じです。はい。こんな感じです。丸1個使うね、やっぱりね。丸1個。ってことは、途中から使ってるから2個、全部でこれ編むのに2個半ぐらい使うのかなね。はい。で、こうちょっと糸処理したやつはちょっとね、切って。ですね、ここ合わせて、ね、こことここ。だいたいね、いつもね、私はね、6個目かな。6個目ぐらいからやるんだけど、こう半目取るような、引き抜きしてるとこの半目を取るような感じで入れます。はい。こんな感じで、じゃあざーっと
止めていこうと思いますね。ここと、はい。ね。こっち側と、こっち側と両方止めちゃいます。はい。というわけで、時間も夜になってまいりました。という感じで、1日かけてね、つなげて、やってきましたけれども、ようやく終了しましたっていう感じですね。はい、はい、こんな感じになりました。はい、しっかりした手提げバッグっていう感じですね。で、まあ今回は内布はつきませんが、つけないんですけど、まあ大体ね、こういうのはね、内布をつけて使うのが楽なんじゃないかなってやっぱり思うんで、つうかね、やっぱね、内布をね、つけること結構私はあるじゃないですか。そうするとね、ない方がちょっとね、なんかちょっと未完成的なちょっと感じがするんですけど、まあ今回は動画の中ではつけません。後々つけるかもしれないんですけど、まあこんな感じで出来上がりました。サイズ測りますかね。サイズ測っときましょう。幅26センチ。縦カバンの部分で大きいところで27センチという感じですね。で、まあ取っ手の部分、取っ手じゃないっつうのだからね。なんだっけ。持ち手。はい。持ち手部分がだいたい25センチ。はい。そんな感じのサイズ感でございます。ぺたんこバッグ。ね。こんな感じでつなげて。ね。結構こういうとこ気使うからね、これね。あんまりさ、こうなんかさ、こうやってキュッて入るのがちょっとあんま好きじゃないからさ、私はあんまりそんなにとさ、モチーフのこういうバッグって作んないんだけれども、こういうぺたんこのやつはね、まあ作ったことないわけじゃないですよ。でもここはねちょっとねいつも気になっちゃうから、まあまあでもそういうもんだっていうことでねやればいいかなっていう感じなんですけれども、はい、どうでしょうね。この柄ちょっとね、ここのこの感じと、あとここのこの感じですね。はいはい。これがね、私はね、モザイク編みのね、面白いなーって思うとこで、はい。なんか柄がね、こう見ようによっては、ね、こう2種類の柄があるみたいな、こういう感じですか。はい。はい。まあ、色合いもね、なかなか落ち着いてていいんじゃないかなと思います。柄がね、言ったらね、まあ、派手とは言わんけれども、まあでもちょっと目につく柄じゃないですか、やっぱりね。モザイク編みっちゅうのは。だけど、まあ、こんな感じでね、同じ感じの色合いのやつで、こう、トーンを変えた感じの組み合わせっていうのはね、やっぱり落ち着いた感じに見えていいかなと思いました。はい。またね、いろいろ、モチーフ使ってバッグを編んでいこうと思います。ね、これがいいよね、やっぱり。このつないだ、この感じが。これもいいんじゃないかなと思いますよ。はい。というわけでございます。はい。じゃあ、完成イエーイというわけで、じゃあ今回もね、ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。次回またね、次の動画ですぐにお会いしましょうということで、本日はここまで。では、さよなら。いやさ、今日さ、急激にさ、気温が上がってさ、基本私の部屋は涼しいんですよ。涼しいんですけど、で、昼間の間も涼しかったんですよ。なんか夜になってきたらね、やっぱね、ほんのり暑くなってまいりました。はい。コンクリから放射されてる感じですかね。はい。まあでも外のがもっと暑いです。はい。今日何度だ ?30 度越してんじゃないか今日は、外は。うん。なので今日は外に一歩も出てません。まあ基本的に私外に出ませんけどね。はい。今日もですね、今日も出てませんみたいな感じですね。はい。はい。というわけで、じゃあね。バイバイ。